サスペンションダンパー、もしくはショックアブソーバーと言われる部品、このあたりがね、もうほんと黒子に徹してくれてるような感じでね、存在感がないです。結構この辺ゴリゴリはしてるんですけど、ゴリゴリ系の中だと最上級みたいなね。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵です。今日はね、スイフトを借りてきました。2024年にデビューしたスイフトです。正確に言うと2023年の12月登場かな。で、このスイフトが、まずね、今日のお色、これね、ベージュの色ですけれども、優しげでね、すごい優しげです。で、今日ね、光強くて、もうほんと、日光強いんですけれども、この光の下で見てもね、やっぱり優しげで、このエンジン周りの、この独特な丸みに、すごくね、合ってると思います。なんかとってもね、スイフトってスポーティーで男の子向けみたいなイメージありましたけれども、なんかね、やっぱ丸みでね、優しげっていうのはね、ありますね。女性の方でも似合いそうな感じっていうのをね、ここから見受けられます。で、そうね、いろいろ見ていきたいんですけれども、ちょっとこっち側回ってみてもらいます。この車で一番大きな特徴といったらね、このパーティションの切り方ですかね。エンジンフードとバンパーのこの切れ目、これパーティションなんて呼びまして、この切れ目が独特ですね。フェンダーの上の方まで回り込んでいます。で、脇はね、ここの切れ目がだんだんね、プレスラインが強くなってきて、シャキンとね、パキッとしたように後ろまで繋がっていく。このあたりがね、こう美しいところですね。で、ボンネットをね、これ開けた時に、これちょっとなかなかね、この辺ユニークなので、ちょっと今開けてみますね。ちょっと近づいて。で、じゃあボンネット開けますね。行きます。こんな感じですね。この辺がスイフトらしいところでしょうかね。で、あとはね、ヘッドライトが、バンパーと一体化されたように、フラッシャーフェイスというかね、もう一つの面のようにできていて、なかなか凝った形ですよね。で、後ろの方にすごく長くスラントしています。で、よく見るとね、中は意外とメカメカしい感じがしてね、もういろんな味がありますね。丸み優しげ、それからメカっぽいところ。で、あとグリルの周り。今日の車は、これグレードMX です。中間グレード192万円。で、このグレードで、ピカピカのね、メッキがついて、あと、光沢の黒でグリルが作られています。で、あとね、上のグレードになりますと、ここフォグランプつきます。MZ かなになりますと、ここフォグランプがつくような感じです。で、あと脇行ってみましょうか。脇はね、そうね、ここの黒いところが光沢になっていて、ここ、スイフトらしいところですよね。で、ちょっと折り目が一段入ってパキッとしているのが、ちょっと今回のスイフトっぽいところ。で、あとドアハンドルがオーソドックスなタイプになっています。で、あとね、ちょっとフロントタイヤかな。このスイフトね、タイヤが大きいです。185の5516インチ。このタイヤ自体がね、大きいというよりは、車重に対してすごくタイヤが大きいです。車重940キロで185幅のタイヤですから、やっぱり大きいですよね。本当余裕あると思いますし、それはグリップ的な部分でも、耐荷重的な部分でも。もしこのタイヤがね、エコ性能の高いタイヤだとしても、走る部分からすると、すごくね、グリップに生きてきてるようなタイヤだと思います。あとね、いろいろ省かれる装備があるとしても、アルミホイールとかがね、標準だったりするのが、このスイフトの面白いところです。じゃあ、あとここからは走りながらのレビューになります。スイフトに乗って印象的だったのは、まず燃費最優先と感じられるエンジン、アクセルレスポンスを落とせるときにはしっかり落として、また惰性で転がすときには素晴らしくポンピングロスをカット。車がね、いつまでも転がっていく感覚です。一方でタイヤのサイズは大きくて、1855516インチというサイズ、車重920キロという、通常グレードでこのサイズです。つまり燃費性能とハンドリング性能を狙った車であると想像できますけれども、でももう一つ、サスペンションダンパーの質が良くて、スプリングなどとの合わせ込みもいい、細かな操作に応えてくれるハンドリングと、硬くても質の高いサスペンション、このあたりね、ライバル車の次世代モデルで
追いついてくるのかどうか、ちょっと脳内で考えてみました。まずハンドリングの正確性でいうと、ありえそうなのはトヨタかダイハツ、次期ヤリスかもしくはパッソといったあたりですけれども、車両側でね、車体側で遊びが減ったら、その分を燃費に回すとかね、スイフトみたいにこんな大きなタイヤは入ってこないとか、中心付近のグリップ力の低い燃費志向のタイヤにするとかね、グリップ力を落として燃費に回しそうな気がします。で、サスペンションの質という面でいうと、ホンダのフィットが同じような感じになってくるのかなと。現行フィットでもハイブリッドモデルってね、良い質感を持っていて、でもスイフトとはねタイプが違います。今のフィットの場合ね。で、次期型では、似たような方向になる可能性というのをね、自分は考えます。それは他のホンダ車との感じかとか、このスイフトの感じから、最近の流れからっていう予想です。そしてホンダの魅力がエンジンからサスペンションに変わってきたと思う最近。エンジンに魅力があるのはマツダ2の 1500cc エンジン。で、これがある限りね、マツダ2とスイフトは住み分けを感じます。もうマツダ2のね、武器ですよね。変えないことが結局武器になってるというかね。P5VPS っていう 1500cc エンジン。で、あとは日産。ノートには純ガソリンモデルがなくて、でも柔らかい足回りっていうのがね、今では貴重です。で、さらにね、ここにガソリンモデルがあったら、うちの身内が買ってましたってくらいですので、この柔らかい足回りとガソリンモデルでね、価格を抑えてご近所みたいな車ってすごくね、マッチングいい企画だと思うんですよね。そうね、次期型動向っていうのはまだ早いにしても、安価なガソリンモデルが欲しいと思いました。という感じなので、リフトのハンドリングやサスペンション質感で、ライバルの次期型と比較する時期になっても、このスイフトがもう断然良い勝負をしているのではないかななんてね、思います。もちろん逆にね、劣ってるというか質感的にもうちょっとっていう部分もありますから、そっちは別の動画で触れていきます。ということで、ちょっとじゃあサスペンションの話いきますね。ここもね、印象いいです。乗り心地がね、いいとかはちょっと違います。そうじゃないね。どっちかって言ったら硬いんですけれども、で、硬くて動かない方の足だと思うんですね。全く動かないわけではないです。動かない方の足だとして、でもその中で言ったらすごい上級と感じられるような足回りです。ちょっと今日もここで回しますね。それがどんな感じかっていうと、サスペンションってね、サスペンションアームがあって、でボディ側はストラットタワーというのがあって、その間にサスペンションが挟まっている。でその間にゴムもあって、であとスプリングとダンパーがある。大雑把に言ってね、こんな感じです。あとそこにね、スタビライザーというのがこの車ですとフロントについていまして、そんな感じですけれども、その中でね、いつも自分がよく言及する、サスペンションダンパー、もしくはショックアブソーバーと言われる部品、それからゴムブッシュ、この辺りがね、もうほんと黒子に徹してくれてるような感じでね、存在感がないです。かといってブワブワしない。サスペンションダンパーっていうのは、その部品のオイルの流れる時の抵抗で車の動きを落ち着かせる、その抵抗なんですけれども、動きすぎないように抑えて、スプリングが素早く動いちゃったりとか動きすぎちゃったりするのを抑える部品なんですね。でもその辺がギスギス動かなすぎもしないし、動いてくれてるんでしょうけれどもふわふわしないぐらいの感じでね、すごくね黒子に徹してくれてるって感じかな。滑らかとかそういうのではなくてね、なんかバネでダンパーがついてないみたい。でもふわふわしないんですよ。本当にダンパーなければもうボヨンボヨンボヨンってし続けるわけですけれども、
あと路面の波打ってるところとかちょっとしたジャンプでブワンっていっちゃうんですけれども、もう全然そんな感じはなくてね、しっかりその抵抗減衰力、それを生み出してくれていつつ強すぎないというのかな。あとバネが強いので、車の動的アライメント、サスペンションが動いていく中で、例えばね、伸びたらタイヤって外側だけ使われます。あとハンドル切っても、外側だけ使われるようにタイヤっていうか、サスペンションねじれます。でもね、元のサイズがあれば本当に外側だけ使うということにはならないと思うんですね。あとそうした状況にならなすぎるように、バネが硬くて、車を安定させる。そう、サスペンションの目的というのがね、一つは挙動の安定、それから、タイヤを正確に路面に押し付ける。あと逆に、路面からの衝撃をカットする。難しいですよね。衝撃のカットも必要ですし、あとは逆にね、タイヤを路面に押し付けなきゃいけない。相反するところをね、両方司ってるのがサスペンションで、そのサスペンションをどう動かすかっていったところに、マルチリンクとかね、WC ボンとか、もっと大きくて高い車でしたらいろんなサスペンション形式使えるんでしょうし、いろいろね、動いてもタイヤの内側を使えるように、こう例えばブレーキの時はこうキャンバーがついてタイヤの内側が押し付けられてとかね、いろいろできるんでしょうけれども、このベーシックなラインだと、なかなか難しい。でバネで挙動を抑えて、でもバネ硬くても乗り心地悪くならないようにダンパーがそうね、これ緩いとも言えないし、ほんと黒子だね。ごめんなさい、ちょっと今日語彙力が、今まで使ったことない言葉かな。でも本当思う言葉で言ったらそんな感じ。ダンパーゴムブッシュが黒子的でもバネゴツゴツしててね、結構この辺ゴリゴリはしてるんですけど、ゴリゴリ系の中だと最上級みたいなね。であとね、ドラポジなんかで言いますね。最後かな。ドラポジも、アップライトに座る感じです。椅子がね高めの感じで、台所のお椅子みたいに座るような感じ。ただね、こうやって座るコンパクトカーの中ですと、シートはね結構寝る方です。シートバックは寝る方でドラポジを取るような形になります。理由はね、これですかね。このテレスコピックが結構大きく動くんですよね。これで自由度が高いので、一番手前までハンドルを出すとシートバックを寝かすような形のドラポジになるみたいなねところです。でそうですね、全部飲めましたよね。乗り心地あまり飲めませんでしたっけ。乗り心地ちょっと固めですけれども、固めの中で質が良くて、でも終始ゴツゴツ感はありますね。でバランスとしては不思議。乗り心地で言うとリアのサスペンションの方がねこう緩く動いてくれる感じするんですね。でもコーナーとかでクッと曲がった時には、フロントの外側の方がスパッと沈むような感じでね。でもバネ硬いんで利き早いです。スッと切った後ねピタッと効いてくれる。丁寧な動作をしてもいいし、スパッと切ればねクッとこうサスペンションの外側が縮みんでクッと効くような感じに、なってきます。そんなところでしょうかね。あとはまた別の動画でいろいろ述べていきたいなと思います。以上、間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。またどうぞよろしくお願いします。